はい、どうもトムです。今回はですね、ブレンダーを使って簡単なチーズを作っていきます。EB での絵作りまでやるので、よかったら最後まで見てってください。では、早速やっていきます。まずですね、デフォルトのキューブがある状態だと思うんですけど、ない方は Shift プラス A でキューブを作ってください。で、立方体を作成したら、まずチーズの形を作っていきます。X 軸の方に S キーでスケールを拡大して、頂点を4つ選択します。片側の。で、Y 軸の方にスケールをギュッと縮めていただけると、もうこれでだいたいチーズの形は完成です。で、あとですね、面取り、今角張ってる状態なんで面取りをしていきたいと思います。2番キーを押していただいて A キーを選択すると、エッジが全部選択されるので、この状態でコントロール B を押します。するとベベルがかかります。このぐらいかな。で、ベベル左下に詳細があるので、ここのセグメント2にしてください。角の分割数が増えます。これでだいたいチーズは完成です。で、タブキーもう一回押してもらうとオブジェクトモードに戻るので、その状態で右クリックを押してスムーズシェードを適用してください。で、これで柔らかい感じの表現ができます。次にですね、アドオンを一つ有効にしてもらわないといけないんですが、それが、この左上の編集、ブレンダー設定からアドオンで、右上に検索マーク、虫眼鏡のところで検索ができるんで、ノードって打ってもらって、ノードアングラーっていうのがあるんで、これを有効にしてください。チェック入れると有効になります。で、有効にしてもらったら閉じてもらって、右下の、ウィンドウの右下の方にカーソルを合わせると、カーソルが十字のマークになるんですね。これで、十字のマークになった状態で左上にグッとドラッグしてもらうと、もう一つウィンドウが複製できます。この状態で左上のエディタータイプってところをシェーダーエディターに変更してください。で、ここは何かっていうと、マテリアル、シェーダーをノードベースで管理できるウィンドウになります。これでですね、早速チーズっぽくテクスチャを追加していこうかなと思います。基本的にはここのマテリアルウィンドウで見れるものと一緒の作りになってるんですが、より管理しやすいウィンドウって感じですね。ここでの操作は基本的にはビューポートと一緒です。こっちの 3D ビューポートとですね。で、Shift プラス A キーを押していただいて、テクスチャ、ボロノイテクスチャを追加します。で、さらに Shift プラス A でコンバーターからカラーランプを追加してください。でさらに、カラーから RGB ミックスを追加します。で、ベクトル、バンプを追加します。この4つが必要です。さらに、ボロノイテクスチャにコントロールプラス T キーを押すと、座標のノードを勝手に追加してくれます。これはさっきのアドオンのおかげですね。で、ボロノイテクスチャのカラーを係数に、カラーランプのカラーを色1に、ミックスのカラーを、高さに、で、バンプをノーマルに。で、一回ビューポートをレンダーモードにしましょうか。Z キーでレンダー状態にしてください。するとですね、これ何が起こってるかっていうと、今つないだのはボロノイテクスチャをバンプに変更するっていうノードを組んだんですね。これで今ボコボコしてるのがわかると思うんですけど、これメッシュに変更はなくてテクスチャで疑似的に凹凸がついてる状態になります。で、このボロノイテクスチャをちょっといじって穴開きっぽくしていきます。まずですね、このカラーランプの白い部分を黒にグッと近づけてもらうと、どんどん穴ができてくるのがわかると思うんですけど、だいたいこのぐらいですかね。で、拡大縮小をちょっと小さくします。1.8 ぐらいですかね。このぐらいかな。1.6 とかでもいいかも。いや、2だな。2でいきましょうか。でですね、ちょっとまだグレーなので分かりづらいんで、ライトを正面に。で、ベースカラーをチーズ色にします。こ
こんな感じですね。黄色っぽい。で、ボロノイテクスチャとカラーランプを複数選択してシフトプラス D で複製してください。で、マッピングのベクトルからボロノイテクスチャ、新しく作った方のベクトルにつないでください。で、新しい方のカラーランプを色2につないでください。で、定山にしてください。で、これは何かっていうと、今大きい穴しかないんですけど、もう一つ小さい穴をパラパラっとちょっと散らばせていこうと思います。5でいきましょうか。5で、カラーランプの白いやつをもっとギュッと縮めてください。このぐらいで、係数をちょっといじって、穴の割合を、係数はいじらなくていいです。もうちょっと白をぐっと黒に近づけて、拡大縮小4にしましょうか。4.5 ぐらいにしました。で、もうちょっと質感を詰めていきます。ちょっと一回チーズを上に、このグリッドの上に持っていきましょうか。Z キー、違う。G キーをして Z キーで上に持ち上げた状態にします。で、シフトプラス A キーで平面を追加してください。これは地面になりますね。もうなんかだいぶチーズっぽくなってきましたね。で、一回背景を追加しましょうか。ここのオブジェクトをワールドにしていただくと、背景の環境のノードが出てくるんですね。こっちでもいじれるんですけど、このカラーとか変えるだけでも結構変わって、例えば、この地球儀マークですね。地球儀マークのカラーを押して、この明るさをぐっと上げると、もうすでにオブジェクトも結構影響を受けて明るくなるんですよね。で、さらに色とか入れてあげると、もうだいぶ可愛いですよね、これ。だいぶ可愛いんですが、今回はこの色じゃなくて、テクスチャを追加していこうと思います。HDR って呼ばれてるやつですね。で、この背景に対して Ctrl プラス T キーを押すと、紫な状態になります。これは何もテクスチャが当たってないと紫になります。で、ここの環境テクスチャってところを開くって押して、あらかじめ保存しておいた HDR を選択してください。で、その HDR をどこから入手するかっていうと、僕のおすすめはこの HDRI Heaven っていうサイトがあって、そう、100% フリーの、HDRI サイトなので、ここの HDRI っていうタブから、今回はそうですね、インドアを押してもらって、好きな HDRI を保存して使ってください。どっか気になるやつを押していただくとページが切り替わって、ここに 1K、2K、4K ってあるんで、これ2K ぐらいでいいと思います。お好みのサイズで保存してもらって、で、それをブレンダーのここの開くから、先ほど保存した HDR を読み込んでください。今回はリーディングルームってのを読み込みます。もう部屋にチーズがあって、結構おしゃれですね。で、さらに、地面にテクスチャを追加していきます。オブジェクトに戻してもらって、この地面を選択していただいて、新規で地面用のマテリアルを作ってください。ここのマテリアルの名前、グラウンドとかにしときましょうか。グラウンドマテリアルですね。今度は地面のテクスチャーどこから持ってくるかっていうと、ここの CC0 Textures ってとこがあるんで、このサイトめちゃくちゃ便利です。基本的なテクスチャをまとめて、ダウンロードできるので、すごく便利なので、よかったら使ってみてください。ここの、じゃあ、ウッドを選択してもらって、今回はウッド6を使います。これですね。これも 2K か 4K か選べるんですけど、好きな方を保存していただいて、で、ここのプリンシブル BSDF で、コントロールプラスシフトプラス T キーを押していただくと、読み込み画面になるんですね、テクスチャを。で、先ほど保存していただいた WOOD06 のフォルダを開くと、カラーマップ、ディスプレイマップ、ノーマルマップ、ラフネスマップってあるんですけど、今回必要なのはカラー、ノーマル、ラフネスなので、この3つを選択して、テクスチャセットアップをしてください。するとですね、勝手にノードをつなげてくれるんですね。これノードアングラーの効果で、コントロールプラスシフトプラス T キーで、テクスチャ画面まで行って、セットアップを押すと、勝手にノードをつないでくれると。これめちゃめちゃ便利です。で、バンプの強さ、ノーマルか。ノーマルの強さとかもここでいじれたりして、もうお好みの3とか、適当な数字にしていただいて、
2ぐらいでいいかな。地面とチーズができた状態です。適当にライトを置いていただいて、ちょっと、HDR が明るいので、0.6 ぐらいにしましょうか。ここの地球儀マークから変更できます。こっちのワールドからもいけますね。チーズに SSS を追加します。このサブサーフェイスってのを上げていただくと、ちょっと人肌っぽくなってくるんですよね。この柔らかい表現というか、透き通った感じの表現ができて、これでサブサーフェイスの色を、ちょっと黄色っぽいよりの濃いめの暗い色にしましょうか。オレンジっぽい色ですね。で、サブサーフェイスを上げていただくと、0.3 ぐらいにしましょうか。これでだいぶチーズっぽくなったかなと思います。これでもうほぼほぼチーズですね。で、さらに、ライトの色を暖色にしましょうか。ここの電球マークのカラーを選んでいただいて、ちょっと黄色みがかった色にして、粗さを少し上げましょうか。0.6 ぐらい。で、さらに、ここのコンテクスト、レンダー設定をいじれる項目があるんですけど、ここで、アンビエントオクルージョン、ブルーム、スクリーンスペースをオンにしてください。で、影を変更していきます。少し柔らかくしていきます。ソフトシャドウとコービット振動にチェック入れていただいて、方式を VSM に変更してください。この立方体サイズも少し、ピクセル数を下げると、ぼかした感じ、ちょっとパキッとしたのが柔らかくなるのでおすすめです。この辺の設定はちょっといろいろいじってみて確かめてみてください。詳しい解説はまた後々動画をアップするかもしれないです。もうこれでほぼほぼ完成ですね。この HDR の強さを0にするとすごいドラマチックな感じになっていいですね。なんか雰囲気出てきますよね。ライトが1灯だけっていうのも結構味があっていいかもしれないですね。はい。で、ちょっと今明るさ持ち上げて、光源ですね。このライトの位置も HDR と同じような光源の位置に設定してあげると、すごい環境に馴染むかなと思います。リッチですね。この HDR を入れてあげると大体の絵は良くなるので、ある程度ルックを見たいときに使ってあげるのがいいかなと思います。で、ライト複製してもう一個焚いたりとか。いいな。影の方は青い色にしてみましょうか。1000ぐらい。雰囲気出ますね。このライトをスポットライトとかにしても面白いです。こういう感じですね。スポットライトにしても結構面白い絵ができます。この辺はいろいろ触ってみてください。で、ノードベースで組んでるので、後々いろいろ変更もできますし、回転したりとか、拡大縮小で比率変えてみたりとか、位置で移動してみたりとか、いろいろ、できるので、これは、ノーマルだけじゃなくて、カラーとか、粗さとかに設定してあげると、色味、模様が変えれたりとか、反射の具合を変えれたりするので、今回は、バンプだけ説明しますけど、他にもいろいろ応用が効くので、ぜひやってみてください。はい、今回の動画はここまでです。この後ですね、レンダリングして、コンポジットして絵作りをするなり、煮るなり焼くなり好きにしていただけたらなと思います。また近いうちに動画をアップロードしますので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、またね。